分が速くないですか？そこがちょっと気になっちゃって。なんかもう早くというか試合に近い状態でやれるのがいいなと思ってそれで脱ぎました。6月24日北海道真駒内でフェザー級王者クレーベル小池の初防衛戦、鈴木千尋を迎えての戦いが発表されました。誰かこの天才を、この迷える子羊を導いてあげてください。感情の赴くまま全てをさらけ出すまっすぐすぎる困り者、人に流されず都会に染まらず、俺は俺、老いは老いであり続ける男。圧倒的な爆発力で相手を一気に制圧し屈服させる。はるかアゼルバイジャンより来たる問答無用のウガール・ケラボフ。さあケラボフか、それとも堀江か。第1ラウンドが始まりました。スーッと中央を取りました堀江。1年5ヶ月ぶり復帰戦で高田さん、このケラモフを名指ししたんですよね。いやー度胸あるねここしかし動きません。いやー最初どっち行くんだ、この緊張感やばいですね。ですね。距離感が少し遠いというか、これ以上近づいたらあっちのこう伸びてくるパンチだったり組があるなっていう、多分プレッシャーを感じたか、ちょっとこう中に不用意に入れない感じがあって。いきなり来たシングルレッグのきれい取ったよ。ここがどう狙いで左だ入れながら組みついてきます。まだ足離しませんね。外した。一瞬今ちょっと落ちたね、腰がね。最初片足持たれたところで確かその組のところでバチン殴られてちょっと聞きましたね。そこから流れ持っていかれたような感じしましたね。左打ってからテイクダウン。なんて冷静な攻撃なんだケラモフ。一瞬間を置いてしっかりちょっとタイミング測りましたよね。左入れてからでしたよね。Если честно, я ожидал, что будет чуть полегче его переводить, но я знал, что он не дает ноги, он чувствует хорошо ноги, защиту делает он хорошо. И у меня как задача работать и в стойке, и в партере, и в борьбе. Я разносторонний боец, и во всех, и в стойке, и в борьбе я все пробовал. Что у меня получится, в конце у меня получилось задушить просто. 第1ラウンドです。通常のバウンドが来る。右も入った。危ない。顎入ってるね。さああとは時間。なんですかね、その聞かせられてからの徐々にこう飲み込まれていったというか、やべえな、押されてるなっていうのもあったんですけど、すでにもう気持ち的なところで諦めなければっていうところがあって。堀江選手は今ケラモフのパンチもタックルも気をつけなきゃいけない。左ジャブ入った。これで切りました。今度はストレートカウンター狙ってましたがタックル、これはどうか。体振り回しながら左立てるか。バック取らせたくない。右足を差し込みます。そして右の腕が首の下ねじりながらそのまま沈むか。入ってるよ。ケラムがキャッチした。これ入ってるよ。タップアウト左手前倒してしまった堀江義則。あそこから取るか。これでケラモフが6月のクレーベル鈴木千尋戦の勝者に一歩近づきます。でもなんかもう練習からもうめちゃめちゃ本気でやってたんで悔いはないですね。めちゃくちゃ悔しいです本当に。ちょっと腹減った。いただきます。もう本当悔いなくやってきてでのもう負けなんで、ちょっとこれからどうしようかなっていう風な感じの気持ちです。気持ちに整理がついてないんで、一回しっかり考えていきたいなと思ってます。Kinzor da сорвешься. Почему? Хори. А где Сианы? Thank you very much. You good puncher. Yeah.
Thank you, brother. И он выиграл хороших соперников, я знаю, смотрел. Я даже до этого следил за его боями и знал, что мы когда-то встретимся с ним. Мне все равно, если дадут бой за пояс, я готов драться за пояс. Если не дадут за пояс, любого соперника тоже пусть дадут, я подерусь. Я не выбираю соперников, так что я готов драться с любым соперником. 注目しとってください。ぶちかますんで。2021年の連勝から一転、昨年2022年は泥沼の3連敗。這い上がるか、このまま沈んでいくのか。ライジンフェザー級の門番は今夜萩原恭平の査定人であると同時に自分自身の生き残りを査定されるサバイバルマッチの舞台へ向かいます。平本蓮選手がこの戦い見つめていますね。さあ第1ラウンド始まりました。最初どっちが行くのかですね、はい、右足前の構えがカイル・アゴン、そして打撃で倒したいのが萩原恭平です。しました。ここですね。ここからまだまだ背中は取らせたくない。背中ですね。これはちょっと良くない。バックに回る、後ろに回る術があるのがこのアゴン。 Don't use power, use your weight, use your weight. And 母ちゃんもう手を置いたらもう。さあ自ら引き込む形になりました。上に乗りたいですね。しっかりお尻を上に正対できるか。しかし右手が回ってくる。さあ右手が首のところにスパッと入った。まだ顎があるか。まだ大丈夫だとま思います。だ顎の前。はい。 Slowly kill them, kill them slowly. バック取られて、いいポジション取られたってのもあったんですけど、そこからその決めさせない練習やったりとか、そういうポイントを、その試合前にしっかりやっていったんで、特に、そこで焦りとか、そういうのはあんま感じなかったですね。この地元のファンから悲鳴のような声援が聞こえてきます。萩原恭平に。ナイス。さあ距離取りました。ここですね。ここ行き過ぎないところでしょうね。ものすごいプレッシャーいいんですけど。あまり行き過ぎるとまたタックル食らう。今前に来ました。さあ膝もあるぞ。上から鉄槌を落とす肘。パンチが当たって向こうがダウンした時にその後ですかね、やっぱ組んでる力もちょっと落ちててしがみつくっていうのに全振りしとった感じがしたんで広がっていってるなと思ったんで、それはいけると思いましたね。予定です。いいパンチね。いいパンチ。わあ、攻めました。いいですね。立ちましたね。スタンド。おお、膝も思いっきりできた。膝。さあまた振り出し、立つで始まります。いいですね。今までだったら寝技に付き合っちゃいそうだったんですけど。聞いてる。カール山本美優の目の前で。さあどうだ。肘2つ。いやー、顎もしっかり倒してる。ここは距離を取ります。練習中でもあそこでちょっと行っちゃう癖があったところをストップかかるようにそうやってもらう練習をしとったんで、その成果が出ましたね。ちょっと冷静にできましたね今回は。関節蹴りを出してくるカイル・アゴン、そしていやー、これはもうもうやがってスタミナもダメージもだいぶありますね。おお、すごい。マルゼンインテックアリーナどよめいています。めっちゃ歓声大きかったのが聞こえたんで、それがやっぱ嬉しかったし力になりましたね。Just show your fucking heart. That's it. Fire up. You can finish him. Fire up. さあ会場から大きな拍手が。すごい声援ですね。さあ最終の5分間が始まります。まさに泣いても笑ってもここ生き残るのはどっちだ。チャンス。今がチャンス。アグオン苦しいけど前に出て、はい。そうほら。でも行くな。しっかり切って離れてもいいと思いますけどね。ここでカイル・アゴン。さあここ勝負分かれ道。離れた方がいいよ。どんな脇の差し方だよ。肘も出す。さあ最後できる攻撃すべて。すごい壮絶削り合いです。ここで試合終了。萩原の方がダメージそうですよ。クソだけ見とったかちゃんとお前もちゃんと勝てよ次ちゃんと見とったるからな俺
いやー今日はもう普段酒飲まんけどテキーラ飲もう。ありがとうございました。Ah, so stupid. Fucking Kyle. What the fuck? Super disappointed in myself, man. I think I was rushing too much, you know, overconfident in this fight. I felt like I performed well. I could have did a lot of things better, but I was just trying to force the finish. Just kept trying to force it and not looking for any setups. I think I just need some time to figure some things out. Take a long break and figure some shit out. You know, just yeah. しゃー、これはでかい。しゃー、次が見えてきたところでしゃー、生き残った。タッチに鈴木千尋が座ってるんですよ。一切触れられないっていうまあいつも次ね強敵やし斉藤選手、まあこんなところで負けてるのやつじゃないでしょ。あいつも次はあいつの試合を一番真ん前で見たろうかなと思ってますね。応援もしてないですよ別にただもう一回俺にやられるまでは誰にも負けんなよって感じですよね次のフェザー級の注目カード、ちょっとそこの選手と絡んでいきたいですよね。次は楽しみにしとってください、次の試合も。注目のリミット66キロライジン、今激アツの階級、ここ生き残ったのは萩原恭平です。まだちゃんと日本一って、日本一だと思ってるんですけど、それをしっかり証明するっていう上でもまずは殺します。打倒堀口、打倒ドッドソンへドラゴンデスロールで願いを叶えんとする世代 Z 戦士、森の都に生まれし稲妻昇り竜新竜誠が10連勝へ爆心します。難病を抱えながらも戦い続ける道を選んだ獅子王子。今回の相手は間違いなく北方にとっては致命的な危険な攻撃を繰り出してくる相手。さあすっとまずはセンターに行こうとしているのが新竜誠。一方北方大地もじわりじわりと近づいてきています。サイドフックから非常にっていく北方大地、近づいていく。しかしここで捕まえました。そして寝かせていこうというところ。さあさらにはトップを取りましたハーフガードポジション。もっと技術戦やんのかなと思って、そしたらいきなりガーン来たからちょっとびっくりしたっす。そこは面食らったっす。堀口教授を中心とした物語が展開されそうなこのフライ級戦線でありますが、そこにこの若き新竜誠も乗り込んでいこうという構え。右の肘を叩き込んでいきます。この肘だ、出血が見られます。切りました、今北方出血です。カットしていきました。このえぐい攻撃が新竜の特徴でもありますが、そうですね、出てますね。今首元から右の手を差し込んでいきました新竜です。肘何度も突っ込んでいきます。結構出てるね。正しい量の本当にえぐいんだよね、彼の攻撃って。肘はもう感触あったっすね。ありましたね。もうガーンって切れた感じしたんで、で血もうドバドバドバっていったんで出血しすぎてフラフラと思うんですけど、終わるのかなと思ったら意外とカットがすごいんですね。血止まっておもちろんあるんや、じゃあ決めちゃおうと。ハーフガードからトップを取っているこの新竜誠の肘。ディフェンスもしっかりしてるよな。肩固めに入ります。両足でロックしている北方大地ではありますが、抜けそうですね。抜ける。そして今移行していきました。決まるかな。今アームトライアングル長径取られた。決まるでしょ。アームトライアングル長径取られました。ここで決まった。素晴らしい。完勝だね。締め上げの三振で。殴ってよし決めてよし。悔しくなってきたよマジで。さあ思い出してきた。肘曲げて。血まみれにすんなよ。これ血まみれやんけお前、白のショーツが。めっちゃ強いな。思ったより強いわ。新竜選手あっぱれやったなって。次のフライ級チャンピオン俺でしょ。大事。俺しかいないでしょ。俺がやっておりますよ。俺がフライ級最強なんで
日本のフライ級で強いってやつでぶっ倒します。堀口選手、トートソン殺してやるや。応援お願いします。まあ、日本 MMA の未来は俺にかかってる。やっております。石塚浩一36歳の青春物語は今日新たなチャプターを迎えます。決して消えることなき殺しの眼光金太郎がまさかり殺法拳の斧でディープ王者をぶった切りに行きます。金太郎選手 3連敗中っていうこともあるので、どういう戦い方するか、今までやっぱ金太郎選手といえば打撃中心の戦い方だったので、間合いを詰めてるのが石塚選手。そうですね。手数はね、大のストレート捉えました。手数はね、金太郎選手パンチは交錯する。近づいていきます石塚。そして右のミドルキックを相手の腕に当てていきました石塚です。左かぶせていきました金太郎です。第1ラウンドが終わっています。いや、もうちょっと来るかなと思ったら全然来なかったから、俺も一緒に見ちゃった。左手が機能せえへんくなって左手打てなくなったっす。痛かったんですけど、何を武器にしたらいいかちょっとわからんかった。もうちょっと出してきてくれた方がね、打ちやすかったんだけど、だから最後はこのまま大ペースやったらどっちつくか分かんないから、もうこれ組み行くしかないなと思って。金太郎後ろは今コーナーになりました。ロープを背負うか、左のハイキック、ここで捕まえていきました石塚。もしかしたら狙っていたかもしれませんね石塚。この一瞬のね、この展開をあれですね、左足にね、膝が巻きついた。どうだ、リアネイキッド長距離捉える石塚。最後組からバック得意な形なんですけど、実力ある選手だなと思いました。バックからの逃げるとかチョークディフェンスも多分自分得意なの分かってるんで、しっかり対策してきたのかなって感じがあったんで、あれで向き直れないんですよね。そうですね、パンチを放っていきます。さあ強引に正対しようと相手に向き合おうとしています金太郎。さあ力いっぱいに今正対、ガードポジションに変わりました。トップポジション取りました。立ち上がったところでありますが試合終了。石塚、なんとスプリット決勝、石塚浩一が金太郎に判定勝利。最低限ですけどクリアできたかなっていう感じで、まだでも今日の試合でも力足りないなと思ってるんで、実力つけて上まで勝ち上がっていきたいなと思ってます。場所だけ。場所ないです。この荒れてるとこ。はい。肘も手術してまた3日したです。手術あと10日後に決まってる。いやでももうここ欠場できなかったんで、自分がやるって決めたからもう言ってもしゃあないんで、怪我を治します。とりあえず2023年春、ライジンライト級に桜の花散らし、恐怖の拳が吹き荒れます。宇佐美翔パトリック、まだ22歳です。韓国の関戸場がライジンで跳ねる。第3代ヒートライト級王者キム・ギョンピョ31歳です。パトリック選手のこれからの、今の立ち位置とこれからのポテンシャルがね見れる試合ですよね。確かに測られますね。さあさあ、このライト級、トップサトシをトップとして武田選手とかたくさんいますから、そこに入り込むための大事な一戦なんですけど、さあローキックに合わせてテイクダウン。やっぱりキム・ギョンピョやりますね。そうですね、蹴り上げる、蹴りたい。これ抱えられて、下から三角か、ちょっと浅いか。お三角や、三角締めたれ。この蹴り上げいいと思いますね。ガードで狙ってくるしか強いパンチ。蹴り上げしながら距離を取って立ちたいですね。キム・ギョンピョ11勝のうち6つの KO 勝ち、3つのサブミッション勝ち。あれもらわない方がいいね。あれもらわない方がいい。後ろ向かされました。嫌がって後ろ向いたのに。後ろ向いた赤。この左腕をそうですね、ホールドされてるから。なるほど。やばい。さあちょっとこれ入ったでしょ。これ入った。出血が始まるか。ダライトアウトした。宇佐美翔パトリック、キム・ギョンピョの前に沈む試練の幕開けとなりました。宇佐美翔パトリック。赤チョーク。
ごめんヒデごめんごめんすいませんまあ自分のウィークポイントも相手は絶対分かってると思ってましたし自分に甘かったそれだけですかね絶対に僕はこんなところで腐らないんでどうか温かく見守っていただいたらと思います 어차피 저는 제가 잘하는 걸 해야 되는 선수이기 때문에 너무 주먹으로 싸우지 말고 내가 잘할 수 있는 MMA를 하자 해서 오늘처럼 싸웠습니다. 다음에 뭐 시합이 잡힌다면은 뭐 잡아주는 대로 뭐 상대와 싸워야겠죠. 네, 그걸 그렇게 항상 생각을 해오고 시합을 임하고 있고 그렇게 살고 있습니다. 同じ時代世界を相手に生きてきた2人の対戦これまで望まれながら実現しなかった待望のカードとも言えます。お互い組み技がとても強いので、はい、組み技対決もちょっと見てみたいですね。ジャブうまいんですよね、慶太郎選手。右ジャブ、はい、すごいいいんで、はい。ナイスジャブ。中村慶太郎、これが50戦目。キャリアあるだけあって。ストラス・アキーチは33戦目。右のフックを打ってくる。さあ、お互い入った。そうですね。ちょっと消耗が怖かったですね。組はちょっと粘り強い選手なんで技術もあるのでそこで粘られて消耗しちゃうのはちょっと怖かったんで打撃でいったっていう感じです。プレッシャー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 。あれだよね。あれですね。届いてくるんだよね。そうなんですよね。ジャブだな。そうですね。あれで勝った。はい、ありがとうございます。右。慶太郎選手の右ジャブをストラッサー選手は意識。なんと寝技同士の対決、パンチで決めた中村慶太郎、1189日ぶりの復活戦、白星で飾りました。早くも高級杉山静香。マジで左だったと思う。見えなかったですか？見えなかったですね。ああ、見えなかったか。ああいうもらい方はちょっとイメージできなかったですけど、もらった時も全く見えてなかったんでね、何起こったか分からん状態でしたよね。まあ前回負けて今回負けたんで、まあそこはやり返すしかないですよね。さあ何語るか。結構普通ではないと思われてるし普通ではないと思うんで自分の人格が人格だからまあ本来の自分を出していこうかなっていうところでちょっとふざけてみたみたいな感じです。ふざけてたんですか。ありがとうございました。最高ですね。そこら辺の日本人にはね負けない実力を見せられたんで、まあそういう同じレベルで戦える選手と戦っていけたらと思います。ベルタ級盛り上げていきたいんで、最近はどうですか。盛り上げます。アーセンさんみたいにテンション上げて頑張ります。38歳です。今回だから負けたお言われじゃないですか。みんな楽しみにしててくれ。いいぞ。大阪で俺が王様で俺が自分のすべきことをしてみんなを盛り上げるというストーリーです。ライジン41大阪大会メインイベントキックボクシング61キロ契約の戦いです。ここは高知のホームです。そこに川を渡って乗り込んできた須田はさあ始まりました。ライジン41メインイベント、まずは左のミドルキックから入っていきます。ワンツー、しかしリーストレート返した左ミドルキックいったレック。あ、効いただ
さらに膝、しかし右を打っていこうというコーチです。左のジャブからプレッシャーをかけていく、しかし膝待っていました。王子が近づいてくると膝蹴りを放っていく芦澤龍成、膝だ、しかし左振って返してきますコーチ、しかし当たりません。右はハイキック、ガードの上、じわじわ詰めてきて俺の体力削ろうとしたんですけど、それももう読んでたんで膝入れんのが作戦ですね。あれで打てなかったですね。連打が近い距離インファイトになったら絶対コーチの距離だとみんな思ったわけじゃないですか。でもインファイトの方が俺の距離だったですね。蓋開けてみたら膝があるから。さあニュートラルコーナーの前、左のボディ、しかしおっと体が押される形になりました。MMA やったらなんかでかくなったっすね。体勝手にどっしり構えれたかなって感覚があったっすね。そこが折れなかったじゃないですか。体が弱かっただけじゃないですか。俺ってセンスいいのにもったいなかったじゃないですか。まとめていきます。さあ膝、ちょっとこれはどうだ、腹に上がってる。さあそして左キック、コーチが詰めた右だ、さあ右返す、足そば、右のミドルキックはほっと出血しています。コーチカットが見られます。コーチ左、足そばが左を出していく、さらにバックステップ、残り30の膝、さらに膝、さあコーチ会心の一撃を見舞うことができるか。左のパンチを放ってジャブを放った芦澤龍成、賢く追っている、トップロープに登りました。バンドのまずなんと地元大阪でコーチが敗れました。芦澤龍成がコーチを一人にしました。やったぞこれ。みんな安全作業でお願いしますよ。やったぞこれ。バチバチにかましちゃった。今回初めて死んでもいいから勝ちたいと思ったっすね。こんなに最高な日はない。革命を起こした。MMA でも頂点目指したいですね。普通にそのつもりで戦うんですけど、俺の打撃センスやばい。そんな MMA のやつの打撃当たんないよって、ボコボコできるよって俺は思ってるっすね。調子乗ってるっすよ俺は。格闘技やってて調子も乗んなかったらやめろって話です。お前 MMA のそんな甘くねえぞっていうアンチがいっぱい来ると思うんです。そいつらもみんなまくってるんで、喧嘩旅もみんな楽しみにしてほしいし、いろいろな面で俺はぶちかましていくんで、まあ SNS もいっぱい見た方がいいですよ。俺が一番かっこいい SNS やるし、今後の俺に注目してください。どうも芦田流星でした。ピース。皆さん、交通軍団の皆さん、気をつけて帰ってください。やってしまった。エイプリルフール。はい、すみません、お疲れ様でした。もうやめますよ。はい、もう終わりです。ここまで大口叩いてやってきて、負けるという意味をすごく意味は分かってるんでね。絶対負けたらね、ダメな相手やったんでね。それは優勝分かったんで、はい、まあ仕方ないですよね。格闘技人生満足もしてないですし、悔いもいっぱい残ってますけど、でも一つはね、こうして応援してもらえたことは宝ですし、支えてもらったことはもう誇りに思ってます。悔しいですよ。はい、傲慢になってましたよね。負けて気づいてるようじゃまだまだですけど、傲慢になってたなと、負けるわけがないと思って挑みましたしね。まあ何も言うことないですよ。はい、本日をもって、工事は引退します。ありがとうございました。エイプリルフールではないですか？エイプリルフールじゃないです。